こんにちは。珍しく浅草駅に来ているトリップルです。外国人取り込むための浅草寺ではなく、本日の目的はアニメ雑旅の東武線コラボ。パンフレットを購入し、ランダムに入っている行く先に行くとステッカーがもらえるイベントなのだ。そんなものが発売されているのね。ということで、今回の行き先はじゃか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 じゃん。今回の目的地は栃木駅。県名の駅ならいろいろ遊ぶところがありそうね。それじゃあ東武線に乗って栃木駅へ。シュッシュポッポ。栃木駅に到着。あの珍獣がすごい気になるわ。あれはイチゴモンスター。栃木県に生息すると噂の正体不明のモンスターなのだ。正体不明だったの？ということで、栃木駅北口からスタート。めちゃくちゃ雨。見苦しい映像になる可能性があるから、それはごめんなさい。パンフレットに載っていた竹平作さん。看板にもあるように、お団子やお餅などの和菓子が美味しい。旅行で行った地域のお店を発掘するのが面白いよね。泊まったホテルでコンビニ飯合流するのも楽しいのだ。旅行で何が好きかコメントで教えてほしいわ。徒歩10分くらいで趣深い建物が増えてきたね。栃木駅周辺は小江戸と呼ばれる場所があるみたいだから、瓦造りの建物やレンガ造りの建物があるよ。すでに12時過ぎているから、まずはお昼ご飯食べに行くのだ。ここが雑旅のステッカーがもらえる栃木出汁会館。いろいろな出汁が飾られているらしいけど、お昼食べたら戻ってくるのだ。今日のお昼は中華そばとちのはさん。本日は熟成醤油そば。王道の醤油ラーメンね。うまみがガツンとくるスープに細麺がマッチしていて美味。醤油ラーメンそこまで好きじゃないけど、これは美味しかったわ。次はお店の人がおすすめしていたスポットに行くよ。でも振り返ったらすぐなんだけどね。この妙正寺っていうお寺。せっかくだからお参りしていきましょう。境内は桜が咲き始めていました。花見でいっぱいしたい気分ね。できることなら晴れの日にやりたいです。現地取りました。妙正寺は1856年に建立されたお寺。本堂は内陣と外陣の間に位置するカエル股には大黒様が彫られており、カエル股の大黒様として親しまれているのだ。いつもより多めにもくもくしてます。面白い企画が思いつくように頭に煙浴びないとね。身体も心もボロボロだから全身で浸からないと。窯の中に入るのは迷惑だからやめてよね。どういうこと？高速移動だ。ここは神明神社にある看板。明治39年に建てられた看板は、その当時の情景を思わせる一品。茶葉とかこの時代聞かないわね。剣の字が旧字体なのとなりの漢字もポイント高いのだ。本紹介したのは日光霊平氏街道にあるよ。この街道は江戸時代に京都の朝廷から日光東照宮に停泊を封建するための勅使が通った道なのよね。この街道には550年以上の歴史を持つ岡田記念館があるから、時間があれば行ってみてほしいのだ。本日の目的地である出汁会館。ちゃんと雑旅の主人公のパネルもあったよ。本作は漫画家志望の主人公鈴ヶ森千佳が旅をしながら成長していく姿を描いた物語。旅先は雑に SNS のアンケートで決めるから、新たな発見がある物語だね。館内には三国志に出てくる劉備、関羽、張飛それぞれの出汁が展示されていたのだ。ここでは映像を見てお祭りのことを教えてもらえるのだ。この町にある出汁もいろいろな種類があって、歴史上の人物から有名な話に出てくるものまであるみたい。その中でも静御前が展示されてた。ここまで見ると実際に使われているところが見たいわ。出汁が使われる栃木焼き祭りは2年に一度の開催。
今年はない年だから早くて来年に見られるよ。それじゃあ出汁を見たい人はここに来るしかないのね。ということで今回の目的であるステッカーもらいました。このコラボは全4箇所あるからやってみたい人は概要欄からチェックなのだ。まだ帰るまでに時間があるから散策するのだ。まずは渦間川にかかる鯉のぼり群。ここは季節限定イベントね。ここは5月11日までだから公開する頃にはもう。次は栃木市立文学館。栃木ゆかりの作家の文学が展示されている場所なのだ。向かい側には美術館もあるからセットでどうぞ。レンガ造りの建物が印象的な雰囲気のあるお店なのだ。みんな大好きプリン。古き良き卵たっぷり固めなやつね。もう最高。見た目通りの味は実家のような安心感。とても美味しいお店でした。昭和みたいな氷、牛丼屋みたいなお菓子屋。次の目的地である岩下の新生姜ミュージアムに行ってきたよ。何があるかわからないから気になってたのだ。外観から想像がつかないくらいのピンク。商品自体がピンクよね。キャラクター名がイワシカって名前なの初めて知ったのだ。というかこの BGM が中毒性ありすぎなんだけど。 BGM をお楽しみください。新生姜ミュージアム。館内にはいろいろな岩下の新生姜のグッズがたくさん。ぬいぐるみだけでも口が開いてたりまつげがあったりでいろいろ種類あるわね。ジンジャー神社。唐突なギャグ。御朱印もある由緒正しい神社だから。ごめんなさい。なぜかヤドンコーナーがこのボケっとしている顔で人気を博したポケモンだね。いつもより多めにボケてます。多分ピンクだからここにいると思うわ。新生姜ミュージアム。ということで新生姜ミュージアムでした。4月10日岩鹿ちゃんの誕生日。おめでとうございます。モンプラギリギリの本があるから探してみてね。本日最後は疲れた体を癒しにお風呂で締めたい。ということで歌麿通りを北上。こういうレトロを見ると撮影したくなるわね。ということで本日の最終目的地は金魚湯センター玉川の湯。昔ながらの銭湯ね。創業は明治22年で薪炊きならではのまろやかなお湯が特徴。さっぱりした。さっぱりというより激熱のお湯ですっきりしたのだ。400円で入れるけどシャンプーやボディソープはないから持参する必要があるよ。ゆっくり栃木駅に戻ります。栃木駅周辺ではこの川の遊覧船に乗れるみたい。時間があれば乗ってみてね。今回はこれにて終了。最初はどうなるかと思っていたけどレトロな景色が良かったわ。プリンと金魚湯はおすすめだから行ってみてほしいのだ。次回は温泉マーク発祥の地へ。気になる人はチャンネル登録よろしくね。自分の一生は自分の楽しさのため使いたい。